い、皆さんこんにちは、花子です。一年のうちで一番手帳が美味しい季節になりましたね。この動画では大人の勉強手帳スタディダイアリーを私が1年間どう使ってきたのかをまとめてお話しします。スタディダイアリーの魅力的なフォーマット、私なりの使い方とそこから得られた効果、学習を支えてくれた AI の存在、才能よりも大事だった小さな一歩、そしてやる気に頼らない学び方、こんなテーマでお話ししていきます。私の手帳の使い方は一冊一用途が基本です。このスタディダイアリーは英語学習専用として使っています。今年この手帳で挑戦したのは、要所ミニハビッツに出てくる単語を1日1つだけ覚えるという小さなものです。このやり方はまさにこの要所の内容に影響を受けたものです。作者の主張を一言で言うと、意志力に頼るのをやめて失敗しようがないほどの小さな行動を続けようというものです。小さすぎる一歩を積み重ねた人だけが結果的に大きな成功を手にする。そんな考え方です。日本語訳も出ているので、ご興味があれば概要欄をご覧ください。さて、まず最初にあるのが3年間と今年1年の計画を書くページです。今年はハードルを低くして1日1単語を軸にして今の自分に足りないもの、それを補うために何を意識するかを整理しています。このページは月ごとに良かったことを3つ書くページです。ここは少し背伸びして英語で書いてみました。チャット GPT 先生に赤ペンを入れてもらってだいぶ自然な英語になっているはずです。人類と AI の二人三脚をご覧ください。ここでは今の自分となりたい自分のギャップを可視化しています。完璧主義でつい力が入りすぎてしまう現在、もっと余裕を持って楽しみながら学びたいという未来の希望、そんな思いを整理するためのページです。すごく上品な配色で可愛いですよね。私の当初の目標は TOEIC のスコアアップを中心に考えていたんですけど、今年は難病を発症してしまってなんか思ってた感じにはいかなくて、でもこうやって振り返るとまあできたこともちゃんとあったなって安心しました。こういう振り返りの機会は必要ですよね。自分を見失わないために絶対やった方がいいと思います。マンスリーページです。仕事は黄色、健康は緑、楽しみはピンクで書いたら全体的に明るくて可愛くなりました。私はここ数年持ち歩くスケジュール帳としては能率手帳ゴールドを使っているので、こちらは机の上だけで使う時間のやりくり作戦用です。ハビットトラッカーは複数あると気が散ってしまいそうだったから、日記として使っているお姫様手帳のハビトラ欄だけを使うようにしました。お姫様手帳についても動画をアップしているので、よかったら覗き見していってください。ここからがウィークリーページです。今年の私の英語のお勉強の成果はすべてこのウィークリーページから生まれたので、一緒に現場検証をしていただきたいと思います。正直、スケジュール帳としては使い方が0点かもしれませんが、英語手帳としては満点かなと思ってます。まず上の段にはその日に出会った単語を一つだけ書いてます。だいたい本文の1ページに6個から10個くらい新しい単語がありました。すぐ下に押している星のスタンプは復習したら赤く塗ります。緑の出しているペインタブルスタンプという回転印がシンデレラフィットしてくれました。その下には単語の意味を書きます。日本語訳も持っているし、AI にも助けてもらったりしてます。単語一つだけとはいえ、前後の文脈を何度も読むので、結果的に速読に近い練習を何度もやったことになりました。この手帳は英語専用機なので、バーチカル部分はもう割り切ってノートとして使ってます。
この手帳のドット罫線はすごく繊細な印刷で、ノートの罫線としても優秀なんですよね。少しだけ余裕を持たせておくと、後日復習するときに情報を追記するのに便利かなと思います。1週間に1つ一番手強そうな単語を選びます。それを使った英文を作ってプリントして貼ったのがこれです。チャット GPT にちょっと面白い英文を作ってもらってます。単語はやっぱり文脈で覚えるのが一番ですよね。ここの方眼のメモスペースは本文でこの単語がどういうニュアンスで使われているのかというのを調べてメモしています。ここまで徹底的にやっていますのでね、正直に言うともうこの手帳は要所ミニハビッツを読むための公式ガイド本としてこのまま販売できるんじゃないかって思い始めました。一番下の欄には英語に触れた総時間を書いてます。インスタやヨガ、ポッドキャストも込み込みで入れてます。一番大事なのが英語ゼロの日をゼロにする。そのためにこの欄を使ってます。さて、これを1年間続けて身についたことは何でしょうか。まずは生きた英単語365個と例文52個。365個って健康な若い学生でも試験前に一気に覚えるのは大変だと思います。さらにニュアンスごと覚えたのでちゃんと血が通った生きた単語として身についたかなと思います。あとは英語が爆速で読める快感。この要所限定ではありますが、もう単語でつまずかないので私読むの早って一人で驚いてます。そして逆境でもこれだけのことはやれたという自信です。今年は体調的に散々な1年間でしたが、それでもちゃんと成長はしているという実感にすごく気持ちが救われています。気合よりも自分への信用を積み重ねることができた1年でした。すべて敷居を下げたことが最大の勝因ですよね。毎日この可愛い手帳を開きさえすれば英語の勉強が進むって分かっているし、ゴールは単語1個だし、失敗しようがない仕組みを作れてよかったです。モチベは才能ではなく設計。最後まで見てくださってありがとうございます。ここまで見てくださったということは、このチャンネル結構相性いいと思います。なのでよかったら登録チャンネルに加えてください。そして次回も一緒に手帳タイムをやりましょう。